本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。少し前の動画で私が台北のあるカフェの店員さんにすみません、日本語できますかと尋ねたところ、はい、いけますよと答えが返ってきた場面がありましたね。そのいけますよというのはどういう意味なのかとコメント欄で質問がありました。それで今回はこのいけるには5つのいろいろな意味があるっていうことについてお話ししたいと思います。まず日本語を勉強する人が一番最初に習ういけるは行くことができるという意味の言葉ですね。これは行くという言葉の可能形でいけるになりますね。例えば友達があなたにこう質問します。いつならカラオケに行ける？あなたはこう答えます。今日は仕事だけど明日は休みだから行けるよ。こんな風に言えますね。ですから単純に行くことができるという意味が一つ目でした。じゃあ他にはどんな意味があるでしょうか？次の行けるの意味は先にこの場面を見てもらってから一緒に考えましょう。すみません、日本語できます。大丈夫です。よかった。抹茶オールフロートは、はい、ここで私が店員さんに日本語話せますかと聞くと、店員さんがはい、いけますよと答えていましたね。それでこのいけるの2番目の意味はできるとか大丈夫だという口語的な言い方です。例えば友達があなたにこう尋ねます。このプランどう思う？あなたはどう答えますか？いけると思うよ。このいけるっていうのは大丈夫だっていう意味ですね。じゃあこの大丈夫 OK だっていう意味以外に上手だという意味になることもあるんです。例えば A さんが田中さんってテニスできるの？と聞くと B さんがあの人かなりいけるよと答えます。これは田中さんはテニスがかなり上手だという意味ですね。このようにかなりいけるとかなかなかいけるという言葉は普通は自分のことではなくて他の人を褒めるときに使う言葉です。じゃあいけるの他の意味は何でしょうか？例えばこんな風に使いますよ。田中さんってお酒大丈夫なの？もう一人の人があの人かなりいける口だよと答えます。かなりいける口だ、これはどういう意味でしょうか？これはお酒が飲めるという意味ですね。このように何々さんはいける口だというとお酒が飲めるという意味になります。もし口という言葉がなくてもあの人はお酒がいけるといえばお酒がたくさん飲めるという意味だとわかります。皆さんはお酒がいける方ですか？それともあまりいけない方ですか？もしあまりいけない方なら下戸だっていう言い方もできます。お酒を勧められた時に私下戸なんですと言えば私はあまりお酒が飲めないんですという意味になりますね。他にもいけるには別の意味もあります。例えばこんな場合です。あのレストラン味はどう？かなりいけるよ。このかなりいけるはどういう意味ですか？そう、美味しいという意味ですね。この料理は最高にいけるといえばすごく美味しいという意味ですね。じゃあ最後は若者言葉です。よくあいつはいけてるとかあいつはいけてないとかこういう言葉を聞くことがありますが、いけてるは若者言葉でかっこいい、魅力的だ、洗練されているという意味なんですね。逆にいけてないというのはかっこ悪い、ダサいという意味で使います。
これらはイケてるとかイケてないのようにイケの部分をカタカナにして表記されることも多いです。さっきこのイケてるイケてないっていうのは若者言葉だと言いましたけど、実際にはこのイケてるイケてないというのは1996年前後のバラエティ番組がきっかけで流行り始めた言葉だと言われているので、今の4、50代の人たちも使うことがあります。もしかすると本当の若者から見るとこのイケてるイケてないっていう言葉自体があまりイケてない言葉になりつつあるかもしれませんね。つまり死語になりつつあるかもしれません。でも皆さんきっとイケメンっていう言葉を聞いたことがあるんじゃないですか？このイケメンっていうのはかっこいい男の人のことを言います。この言葉もイケてるっていう言葉からできた言葉なんですけど、イケメンっていう言葉は今のところ今の若い人でもよく使う言葉で、特に古い感じはしません。まだ死語にはなっていませんね。それで日本語の初級の教科書では必ずな形容詞としてハンサムですっていう言葉を習うんですけど、このハンサムですっていう言葉こそかなり古臭い感じがします。ですからこの言葉が教科書に出てきた時には私は必ずかっこいいとかイケメンの方がよく使いますよと教えています。はい、わかりましたか？今日はイケるの5つの意味と使い方について考えることができました。皆さんもこの言葉がもう使えますか？はい、もういけますね。大丈夫ですね。今日の内容が参考になったならぜひいいねを押してくださるととても励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。